ようございます。ケンです。スペース X が8月25日、ルイジアナ州に1000億ドル規模の新拠点を作ると発表しました。日本円でおよそ15兆円です。ただ、発射場を1つ増やす計画ではありません。作れるのは5つの発射複合施設と合計10基の発射台です。さらに推進剤の生産設備、発電所、機体の整備施設、浸水坑、従業員の住宅です。なぜロケットを飛ばすのに街のようなものがいるのか、今日はそこを見ていきたいと思います。まず何が発表されたのか、ここを確認しておきましょう。次になぜテキサスとフロリダだけでは足りないのか、これを数字で見ます。最後にこの計画が本当に進んでいると判断できる証拠を整理していきたいと思います。まず場所ですけれども、ルイジアナ州のバーミリオン郡ピーカン島と呼ばれる地域です。ラファイエットから南南西におよそ80キロ、敷地は約12万5000エーカー、およそ506平方キロで、東京23区の8割ほどの大きさです。元はエクソンが持っていた土地のようです。着工は2027年、最初の打ち上げは早ければ2029年としています。完成後、スペース X にとって4番目で、かつ最大の拠点になります。発射複合施設が5つ、それぞれに発射台が2基ずつで合計10基、複合施設ごとに専用の推進剤設備がつきます。社長のショットウェルさんは、高い打ち上げ頻度のために白紙から設計したと説明しています。中身を見ると、発射場という言葉では収まりません。機体の製造と整備、推進剤を敷地内で作る設備、自前の発電、大型機材を運ぶ浸水坑、従業員と家族のための住宅、スペース X 公式サイトには空港も挙げられています。この額がどれくらいなのか比べてみたいと思います。スペース X が6月の上場で集めたのが約750億ドル、史上最大の上場でしたが、それより大きい5月の目論見書では、スターシップ計画にこれまで使ったのが150億ドル超、その約7倍をこの1箇所に投じる計画です。では現在の実力はどうなのかというと、スターシップはこれまで年に多くて4回程度です。7月に13回目の飛行が準備されていました。一方でファルコン9はスターリンクだけで300回を超える打ち上げを重ねています。飛ばす技術だけではなく頻度が課題だということです。ここが今日一番見ておきたい数字です。今アメリカで認められているスターシップの打ち上げ回数は、テキサスのスターベースが年25回、フロリダのケネディ宇宙センターが年44回、合わせて年69回です。一方、今回の目標は年間数千回です。桁が2つ足りないんです。発射台の数で見るともっとはっきりします。今稼働しているのはテキサスの2基だけです。フロリダで3基を建設中で、完成しても合計5基、そこにルイジアナで10基を追加する計画です。一気に3倍にするということになります。ここで一つ誤解しやすい点があります。スターシップが再使用できれば頻度が上がるというわけではありません。帰ってきた機体には点検と整備がいります。推進剤を作って貯めて充填する必要もあります。電力、ペイロードの搬入、発射台の後片付けも同じです。どこか一つが詰まればそこで止まってしまうんです。ではなぜルイジアナだったのか。州の公式発表が挙げているのは5つです。発電と推進剤に使える豊富な天然ガス、拡張に耐えうる広い土地、複数の方向へ打ち上げやすいメキシコ湾岸、海上輸送が使える立地、石油とガスの産業で育った人材と供給網です。そしてそんなに飛ばして何を運ぶのかというところを見ていきたいと思いますけれども、こちら先週のスペース X に関する動画をご覧になってもらったらわかると思いますけれども、まず挙げられているのは次世代のスターリンク網です。
そして軌道上の AI データセンターの構想もありますし、月と火星のミッションです。軌道上での燃料補給もありますし、そしてここですけれども、商業や政府の顧客のミッションです。今現在ここに当てる枠がかなり少ないというのが先週の動画でも言いましたけれども、ここに関してもしっかりやっていくっていうのがあるんではないかなと思います。このあたりに関しては先週のスペース X の動画で言っていますので、ぜひね、そちらの方も合わせてご覧になってください。そしてこの中で意外に効いてくるのが燃料補給なんです。低い軌道より遠くへ行く場合には、スターシップは軌道上で給油しないと届かないんです。タンカー役のスターシップを何度も打ち上げることになります。アルテミス4号では、この補給便が最大12回必要になる可能性があるとも報じられています。月へ1回行くのに打ち上げが十数回いる計算になるんです。だからスペース X は外に頼る部分を減らそうとしています。推進剤は敷地内で作る。電力も自前で用意する。大型の機材は港から運ぶ。整備もその場でやる。そして複数の発射台を並行で回す。これはロケット会社の設備投資というよりは輸送インフラの建設とも言えるんです。空港や湾口を作る話に近いと思います。スペース X はロケットを作って売る会社から宇宙への輸送そのものを提供する会社に性格を移そうとしているようにも見えます。もちろん計画通りに進むとは限りません。まず技術です。スターシップは完全な再使用がまだ確立はしていません。帰還した機体をどれだけ短時間で次に飛ばせるのか、ここが決まらないと発射台が10機あっても回りません。そしてもう一つが制度です。建設には環境審査と沿岸関連の許可がいります。場所は湿地帯で野生生物への影響も審査の対象です。そして年間数千回はまだどこからも承認はされてはいないんです。テキサスが25回に増えるまでにも何年も実はかかっているんです。そして地元への影響も発表されています。今後10年で直接雇用が3000人、平均年収は92,600ドルで、軍の平均賃金の約 2.9 倍、間接雇用を含めると1万1000人規模と試算されています。州側は沿岸の再生に1億ドルを確保したと説明はしています。そして投資家の方に一つ、スペース X は6月12日にナスダックへ上場しました。その前、去年12月の株主向けの文章には、上場の目的としてスターシップの高い飛行頻度、宇宙の AI データセンター、月面基地が挙げられていました。今回の計画っていうのはその一つ目そのものなんです。集めた資金の使い道が形になって出てきたと言えるのではないでしょうか。そしてここは分けておきたいところです。発表されたこと自体は事実です。金額、面積、発射台の数、着工の予定、一方で1000億ドルはこれから投じる計画であって、すでに使った額ではありません。年間数千回っていうのは設計上の目標であって、承認された回数でもないんです。そして時期についても少しズレがあります。スペース X は最初の打ち上げを早ければ2029年としています。一方、ルイジアナ州側の説明では、初期の運用開始は2030年です。どちらかが間違いというよりは、計画の初期段階でよくある幅だと思います。では、何を見れば本当に進んでいるとわかるのか、2027年にまずは着工するかどうかです。環境審査と沿岸の許可が下りるかどうか、発射台と推進剤設備の工事が始まるかどうか、そしてルイジアナからの打ち上げ許可が出るかどうかです。そして今日の時点で言えるのはここまでです。史上最大級の投資計画が発表されました。10機の発射台と燃料、電力、港、住宅を一体化する構想です。そして一方で最終的にいくら使われるのか、そして何回の打ち上げが許可されるのか、ここっていうのはまだ分かってはいないんです。すごい規模だっていうことで終わると大事なところを見落としてしまいます。今回分かったのはスペース X が次の勝負をどこに置いたのかです。ロケットの性能ではなく、それを毎日飛ばせる地上の仕組みなんです。2027年に本当に工事が始まるのか、
ここを皆さんと一緒に見ていけたらと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラとスペース X の情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。最近電気代が高くなってきたなとか、災害の時の停電が心配だなって思っている方に N 型の太陽光パネルはどうでしょうか。従来のパネルより発電効率が高くて、同じ面積でもより多く発電することができます。劣化も少ないので長期間安定した発電量を保つこともできます。そして曇りの日や朝夕でも効率が落ちにくい設計です。これは EV の充電にも向いています。僕自身も家に導入して非常に満足しています。これにパワーウォールのような蓄電池が加わるとさらにいいと思います。お住まいの地域でパワーウォールと N 型太陽光を取り扱っている代理店を僕の方から紹介することができますので、概要欄にお問い合わせフォームを置いています。ぜひね、必要な方はそちらの方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。